海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。皆さんこんにちは。こんにちは。WRM のチャパリアです。グッチです。新商品の紹介です。よっしゃ。とんでもないラバーが入ってきました。やばすぎる。やばすぎ。ワイルドファイヤーという新商品です。やばいんです。これ本当に。こちらのラバーはですね、表ソフトなんですけど、これがですね、今までにない全く新しいラバーなんです。はい。そうですね。ここ10年だけ切り取ってみても、一番変なラバーじゃないですかね。間違いないです。それぐらいすごい今までになかった新製品なんですけど、WRM では過去にいろんな国のいろんなラバーを扱ってきたんですけど、その中でもトップ3に入るぐらい変なラバーですから、その発想はなかったみたいな。間違いないです。間違いないですね。はい。このラバーがですね、一体どんなラバーなのか、それはまた後半で詳しく説明するとして、まずはプレイ動画の方をご覧いただきたいと思います。では動画の方どうぞ。はい、じゃあバック内からお願いします。ワイルドファイヤーの下動画になります。ラケットはアンドロの和の極み青を使用しています。まずはバックハンドになります。ただ打っているだけなんですが、ボールがナックル製になっているのが動画からも非常によくわかります。一般的な表ソフト、また変化系の表よりもさらにナックル製のボールになっています。粒を倒すように、スポンジに食い込ませるようなイメージで打つと、多少ちゃんとトップスピン、自分で回転加える感覚はありますね。弾みはさすがに弱め。続いてブロックです。ナックルが強く、グッチーも非常に打ちにくそうにしていますね。そしてただナックルなのではなく、非常に遅いブロックになっているのも特徴です。粒やアンチに近い非常に遅いブロックが再現できるのもワイルドファイヤーの特徴と言えます。カットブロックとボレーになります。上回転と下回転の変化はもちろん、攻守におけるボールスピードの差も魅力です。通常の表ソフトよりも変化が強く、また粒やアンチよりもスピードの変化が強いです。面白い。伸びてくる時あるな。かけました。カットブロックです。表アンチのワイルドファイヤー特有の技術です。まるで粒やアンチのような反転ブロックが可能です。表ソフトなのに台上で戻るカットブロックが可能です。こんなことができるのもワイルドファイヤーだからこそと言えます。つっつきです。表ソフトとしてつっつきをちゃんと切ることはできます。さらに乗っけて打つとナックルや上回転になります。こういったプレーはアンチが得意とする技術ですが、アンチでは下回転を切ることはできません。もちろん粒でも再現可能な技術なんですが、ワイルドファイヤーほど上回転と下回転の差を強く再現することはできません。またアンチや粒以上に能動的に操作することができるので、相手を惑わすという目的においてはこのつっつきが最も有効的な技術とも言えます。今
4つ5つ技があるんですよね。おーすげえ。うわー、その低さやばい。レシーブです。おーめっちゃ揺れた。回転の強いサーブに対するレシーブの変化はほとんど粒やアンチと同等と言えます。おー逃げる。動画でも変化している様子がはっきりと分かりますね。うわすっげえ揺れた今。すごい、あれだね。回転。なので回転がやっぱりちょっと残りますね。アンチ系なので。やばくないですか？実際取るとしたらね、相当えぐい。やばい。逃げてくめちゃめちゃ。すごいすごいすごい。横回転めっちゃ入ってる。横へ出すのやめた方がいい、攻撃は。最後にオールです。粒、アンチ、表、その全ての性能を持ったワイルドファイヤーの凶悪なプレーをご覧ください。変態的なプレーがたくさん出てたんですけど、やばすぎでしたね、プレ好きでしたね。どうでした、相手してて。いや、そうですね。止めた時の球がすごいアンチみたいな球質になったり、表の攻撃じゃなくてなんか表の攻撃の威力がちゃんとあるんですよ。時々その球がアンチのクソナックルだったりなんすかね、カットブロックみたいな回転入ってたりとちゃんか、と判定も下回転入ってたりとか意味が分かんないんで、意味わかんないですね。忙しかったです、これもちろん。表として考えてるプラスなんか時折アンチと戦ってるような気分がまさに混ざってて、忙しかったですね、こっちたちは相手してる身としては。最悪でした攻撃マンからしたら。このワイルドファイヤーのはい特徴をね、今日も3つ紹介していきたいと思います。はいじゃあまず1個目。はい、一個目から1つ目をお願いします。1個目の特徴は業界初となるアンチ表です。響きがやべえパワーワードすぎるパワーワードですよね。パワーワードまさにその発想はなかったっていう、そうですね、そうきたかと。そうきたかですよね。だからもう本当に裏、表粒、アンはチに続く新しいラバー、はい、まあ、過去にはねアンチ粒なんていうものそうもありましたが、あれも猛威振るってたんでね、もうあれはやばかったじゃないですか。もそれが表版で出てくるってなって、表版で出てきました。想像するだけでやばいっていうのがなんかわかりますよね。こういった発想がそもそもやっぱ海外メーカー特有っていうところがありますよね。間違いないですね。過去にはいアンチ粒ありましたが、脅威すぎてルール上使えなくなりました。はい、すぐ中止になったっていうね衝撃ありましたよね。あれはちょっとやっぱさすがにすごすぎましたよね。
その感覚がもしかしたら今回もその可能性あるってことですよね。十分その可能性はありますあまりにも猛威を振るいすぎて禁止になってしまうかもしれないかもしれない。かもしれない。細かく言うと、は粘着表とかあるんですよ。ああはいそうですね、あれ知ってます。粘着表、はいあとはそうですね。ちょっと引っかかりの強いアンチとか、そうですね、うん、そうですね、ツルツルのアンチとか、そうですね。いろいろあるけど、本当にアンチ表は、記憶にないですね。本当に業界初な気がします。そうですね、はいはいでも触った感じはちょっとなんかやっぱね、滑るちょっと滑ったりする感じがあるな。ということで不思議な感じです。特徴1、はい。アンチ表、うん。これです。では茶葉さん、はい、この特徴の2つ目2つ目。お願いします。2つ目は ITTF 基準ギリギリの合法スピン反転。やばい感じがもうすごいするんですけど、やっぱルールギリギリじゃないですか。一応合法です。合法なんで合すけど、法の方でギリギリで。まあ、基準ギリギリっていうのはどういうことかというと、はい引っかかりの話をしてます。ははいまあ、表ラバーでも当然引っかかりはあるんですよね。でこれ以上滑るとダメですよっていうのはあるんだけど、一応基準は満たしているっていうことですね。で、このスピン反転、まあ、動画でもやってましたけど、表なのに粒のようなカットブロックができる、あれは大丈夫で持ってきたんですよバックスピンでそうですね。アンチですね。アンチもしくは粒、そうですね。うんアンチとか粒のボアンチとかール、粒のボール、ハマスが出てますね。あとは横回転かけたサーブ、はレシーブしたらいはちゃんとい。そうですね。揺れて帰ってたんで、マジで揺れて帰ってました。あの辺もやっぱアンチですね、表じゃあの揺れ出ないっすね。いや普通の表ならまあ出ないですよ。あとはこうカットブロックがやっぱできないですからね、表は。いやできないですね。ボワーンってやっぱいっちゃうと思うんで。ですよね。ドライブに対してとか。まして台上で戻るなんて絶対ありえないんで、そう。まあナックルで帰ることはまあ変換表ぐらいだってあるんですけど、うんブチギレ下回転みたいになるのはなかなか。一応その粒形状を見てもはい変化表なんですよ、これちょっとそうですよね。だいぶ変化表で、ただその ITTF の基準ギリギリっていうところから考えても、変化表の中でも最強格の変化表だと思います。すごいこれ。 2つ目、基準ギリギリの合法スピン反転でした。では茶葉さん、はい、 3つ目の特徴お願いします。はい、もうねこの流れでなんとなくわかると思うんですけど、はい。 3つ目の特徴は粒、表、アンチ、この性能が全部この中に入ってます。せこすぎる。せこい、本当にせこい。けど私も休むとかね打ったりとかした時に、はいそれはめちゃくちゃ感じましたよ。ですよね。はちゃんどうだとどういうこと表のボール出る。い、はい、表のボール出ます、弾いた時のパンってこう球の速いボール、はい、表らしいそのこうねバックの速いプレー、はい攻撃のプレーももちろんできるんですよ、ちゃんとだけどレシーブ粒っぽい、粒っぽい球出せるしますし、ブロックアンチっぽい。アンチっぽい球出ます、だからもう異質ユーザーの欲求がもう全部この中に入ってる。そうですね。どういうこと？すごいですいいとこ取りしちゃってますね。ね。いいとこ取りですね。やばいですね。だからもう三刀流、うん三刀流。限りなく脱法に近い合法なラバー。 3種類のラバーをバック面に貼っているような感じのラバーってことですもんね。はいやばすぎですね。やばすぎです本当に。そうやって考えるとやばいですね。ということで3つ目のはい。特徴は粒、表、アンチ、うん。そのすべての性能をこの中に入ってるんで、それらが全部欲しいっていう人はもうこれです。絶対これを一度試してください。今回紹介しているのはマテリアルスペシャリストの新作ラバーワイルドファイヤー、なんとアンチ表、すごいラバーがまた来ましたね。やばすぎですこれは。使われたくないですよね。使われたくないですね。これマジで嫌ですね。どんな人に使ってほしいかなんですけど、結構幅広いです。もう3つ持ってますからね。 3つ性能3つ持ってます。 3つ持ってるんで、例えば分かりやすいところで言いますけど、もっともっと攻撃したい粒ユーザー、そうですね。あとはもっとブロック止めたい表ユーザー、そうですね。あとはうん。使い勝手のいいアンチが欲しい人とか、そうですね。アンチでこう表のシートだけど、
で食らわないですからね。うん、いやそうですね。あとはですね、単純に新しいラバー、そうですね今までなかった新しいジャンルのラバーを試してみたい人、そうですこれはもね。う間違いなく使うべき。表界にも特にそうですね。回転系とかスピード系とかテンション系とかはい。変化系とかある中にまた新しいアンチ表系アンチ表立ち位置ですもんね。もうそれだけじゃなくて、うん、勝ちたい人もいいかもしれないですね。そうですね。これはうん勝ちやすい気がしますそうね。ですね。ワールドラバーマーケットのお客さんは多分みんなこういうの好きでしょうね。いや、好きだと思うんですよ。こういうの用具好きな方が多いんで、異質の。まあ裏裏の人も、例えばちょっと最近行き詰まってて、勝てなくなってきたなっていう人は、もうこれ使ってもらって、いいかもしれない。本当にもう用具で勝つっていうところでも、結構地でいくラバーだと思ってるんで、もうぜひですね、一応これ試してもらいたいと思います。